三宅が行く。こんにちは。文芸評論家の三宅かほです。今日はですね、京都の、蔦屋書店さんの、京都の中の岡崎っていうところにある、本当に書店さんでですね、蔦屋書店さんの中でも結構スタバと併設されてたりとか、京都のね、なんかこう美術館とか図書館があるエリアなので、なんか京都に遊びに来たよっていう方にもちょっと行ってほしい書店さんだなと思ってご紹介します。じゃあちょっと行ってみましょう。このね、蔦屋書店さんは入ってすぐが、書店と、あとこっちがスターバックスさんになってるので、ここから行くとまあ書店さんになっています。入ってすぐがアートの新館ですね。不思議なのがもう、蔦屋書店さんはなんかね、雑誌がいっぱいあるんですよね。ここでもう無限に本ってか雑誌読めるみたいな。最近だと、カーサブルータスもあるじゃないか。確かにカーサー、カホミが。そうそうそう、出たりとか。カーサのこのミナ号私普通に買いましたもん。めっちゃよかった。みんななんか見てるだけで眼福じゃないですか。なんかだからすごい。そうやんの。これ買おうと思ってたんだ。嬉しい。触れ合えて買います。これね、Perfume のね、衣装解説をソエンが結構やってて、で、私Perfume東北行った時になんかちょうどPerfume衣装ってやってて、見に行ったんですよ。めっちゃ楽しかった。あのちゃんさんのもあるデザイン。永久保存番号や。ソエンっていいですよね。こっちは。なんだろうな。すごい。めっちゃバックナンバーもある。すごい。ブルータスも。別冊太陽東洋文庫特集やってるんや。知らなんだ。別冊太陽はいい特集が多いんですよ。私東京にいた時に東洋文庫の近くに住んでて結構行ってました。馬込に住んですごい。蔦屋書店さんってこういう、なんていうのテーマごとのあれがね、選書が有名なんですけど、なんかこういう風に並べられると本当に読んでない本って無限にあるなって思いますよね。気づいたんですけど、私なんか一人で三宅が行くやるの、ちょっと久しぶりな気がする。2、3ヶ月ぶりぐらいで気がする。確かに前回京都、刑務所さん。そうそうそう。誰かと一緒に回るみたいなのしばしば最近なったので。確かにゲストのね、皆さんが。そう。でもこの結構、蔦屋書店さんがあるエリアは、すごい私好きで、なんか、図書館もあるし、美術館もあるし、岡崎のあたりはなんか好きなんですよね。私初めて来たかもしれない。本当にそうですか。そうですよね。でも京都に来ても、こっちの平安神宮とかの近くなんですよ。なんか、ちょい電車で来づらいっていうね。このね、真ん前が都メッセっていうなんか建物があって、そこで、なぜか卒業式毎年そこでやるんですよ、大学の。だから、卒業式の思い出があるな。懐かしい。この蔦屋書店さんもね、できたの確か私が大学入ってからだった気がするな。結構新しいんですよ。少しくらいは喋りたいって。少しくらいは喋りたい。本当だ。これ英語の本。自己会話とかが。かわいい。文房具もいっぱいある。かわいい。なんか、こういうの無限に見てしまうね。パズルの食室置いてくれてる。ありがとうございます。嬉しい。結構前の本なのに置いてくれてて。春のお祝いね。そういうことね。入園入学ね。なるほど。この辺は絵本のあたりですね。絵本もかわいい。蔦屋書店さんのこの、何を、なんか、メンチンって言うんですけど、こういうの。この表紙を見せて、ここを何を指しているかが、意外と、地域によって違うというか、なんか関西だと梅田に大きい蔦屋書店さんがあったりとか、あと東京とかでも、割と六本木とか、ニコタマとかいろんなところに、あるんですけど、
なんか意外とね、ラインナップの、なんかちょっと押すラインナップが違うなってよく思いますね。確かに関東とは多分また違う。そんな気がしますよね。こんな本あるんだ。笑い飯さんと釈徹宗さんがみんな忙しすぎませんかねっていうテーマについて考える。知らんかった。こんな本がある。なんかこの間、タイに行ったんですけど、タイの書店さんで、結構仏教系の、タイってもともと仏教国だからあれなんだけど、なんか日本語の仏教の本の翻訳が割とあって、そうなんやって不思議になりました。面白いですよね。結構これ系の本とかがいっぱい。あとね、タイではね、なんか、日本の自己啓発書がめっちゃ翻訳されてて、頭の中をスッキリさせるみたいな本とか、すごい、あと論理的思考の本もめちゃめちゃ売ってて。論理的思考ってあんまりタイとかで、そっか、日本から。わかんない。なんか多分タイ版の本もある。私タイ語読めないから何の本か全然その日本の本しかわかんなかったんですけど、なんかあるんだなって。なんか論理的思考の本が輸出されるってちょっと面白いですね。面白い。海外の方がロジカルに見えちゃうっていう、なんか日本人からすると。こんな本出してるんだ。エッセイへー。知らなかった。今バケバケやってるので階段系の本もいろいろある。で、こっちになると、自然ね。そういう作りなんだ。で、自然で科学系とか文化人類学とかの本がいっぱいある。これ私ね、持ってるんですけど、石井美穂先生っていう文化人類学の方のエッセイめちゃくちゃいいのでおすすめです。我が家にはあるから買いませんが、めっちゃおすすめです。なんか、いいんですよ、石井先生の。私の出た兄弟人館っていうところの先生なんですけど、なんかすごい、絶妙にエッセイがうまいっていうね。すごい。村上信五さんがあたかも聖書の哲学を書いたかのようだ。すごい。千葉先生若くなってるみたいな風に一瞬見えた。ここでだからそっか、哲学っていうことになるんだな。なんかトマス・ネーゲルを読むっていう話をこの間したわ。トマス・ネーゲルを読むっていう話を、ポッドキャストの坂井風太さんっていう方と話した時にしたんでちょっと買います。そういや、買おうか思って買ってなかった。この辺はでも最近の人文ベストセラーって感じでいいですね。で、社会学とかに出てってことなの。こういう知ってる書店さんって、なんていうんですか、好きな棚しか見なかったりするから、なんかじっくり見ると新鮮だわ。この棚とこの棚が横にあるのかっていうのって、なんかじっくり見ないと意外と気づかなかったりしますよね。見てくださっている。ありがとうございます。ありがたい。拝んでおこう、本当に。なんか新書の棚とかがあるわけじゃないので、こうやって並べておいてもらえるとありがたってなりますね。めちゃめちゃ嬉しい。ここはだから俳句とか短歌の棚ですね。私の紹介した歌読みにあたる書、これ名著ですね。名著なんですよ。紙を私、実家には持ってるんですけど、紙でこっちで持ってなかったということで最近気づいたので買います。これ大森静香さんっていう、私の、友人ではあるんですけど、そんなことより超言葉の感性が鋭すぎるぐらい鋭いっていう大森静香さんっていう歌人の方がいて、その方の歌集なんですけど、私この間、本野博さんっていう短歌の歌人の方と対談させていただいて、その時に何が一番盛り上がって、大森静香は一体何者なんだっていう話で盛り上がって、大森さんと、なんか、大森さんって、あの短歌を作るのが、何をどうしてあんな風に作ってるのかな、全然わかんないんですけどっていう話で、本村さんとすごい話が盛り上がって。なんでかっていうと、大森さんはすごい、マジでキレッキレの短歌作るんですけど、あとなんかなんていうんですか、ゾワってする短歌すごい作るんですけど、ご本人すんごい、ふわーっとした柔らかい妖精さんみたいな感じの方なんですよ。ギャップがすごすぎて、何がどうしてってすごい思ってて、でもなんかあんまり、
なんて言うんだろう。この鋭さがどこから来るものなのか全くご本人と知り合ってもわからないみたいな、すごい不思議な人だなってよく思っています。その海を死後見に行くといい人、私はずっとそこにいるのに。激しくないですか？そうなんですよ。私なんかどの短歌見ても、はーって、なんかね、思うんですよね。空の港と呼ばれるものが地上にはあって、菜の花や栗山沢。何がどうしたらこんな言葉を使えるかと思って、おすすめです。あ、でもすごい短歌でやっぱ充実してますね。お、平野さんじゃないですか。これ私も持ってるんですけど、この方も兄弟短歌会ご出身の方とか、結構やっぱ兄弟の短歌の方とかいっぱいいるな。集め出すとキリないなと思いつつずっとなんか結構短歌、俳句とか短歌の本ってこう、なんていうんですか、こう、今買わなければもう二度と出会えないのではみたいな気持ちがすごいあって。買っちゃうんだよな。炎に手を閉ざしてって新版で出たんだ。私買ってたっけな。版持ってたっけな。石垣凛さんとてもいいですです。あ、詩もいっぱいある。ロランバルトまでこんなところにサクッと置いてある。すごい。京都。ここはあれですね。海外文庫の棚と、ここは、文庫とかの本ですね。あ、すごい置いてくれてる。嬉しい。京都を読む、古典文学読むっていう花なんですね。あ、四十八神話体系のあれだ。なんか、愛蔵版みたいに出たって聞いた。こういう感じなんだ。すごい可愛いな。可愛い。可愛いですね。これはあれですね。京都本が集まっているんです。面白いな。京都本。じゃあ。食の本が。すごい、食の本一周だ。ね、一周ありますね。すごい。吉田敦彦さんのこれ気になっていた。吉田さんの、これ長編小説なんですよね。新しい、これなのかな？本なのかな？なんか表紙もめっちゃ可愛い。あ、2020年に完全版が出ている。知らなかった。これもちょっと、すごいですね。この食の本でこんなにあるんだね。ぐるーっと。お茶とかの本なんだ。すごいいっぱいある。一方堂、これおいしいですよ。おすすめです。おいしいです。ほうじ茶。ここの、とても好き。この、おいしい。志村福井店。そう、志村福井店今やってるんですよね。この近くでね。撮ってる時期は割れるって話ですけどね。志村福井の、なんか行きたいなぁ。すごい、なんかやっぱ入ってすぐアートあるのもすごいですよね。とりあえずそんなところかな。じゃあちょっと買ってまいります。はーい。